はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。柴崎もね、もうご覧の通り、もうあなたのおかげで今日も元気にね、絵を描いてます。さて、今回は、柴崎がね、あなたの作品を独断で見て、お直しするコーナーの始まりです。今回ね、お直しする作品は、柴崎がね、主催しているシバーツのメンバーの方の絵です。さあ、どんな絵かな？ところでね、柴崎はチャンネル登録をね、あなたにお願いしたいと思います。ね、この下の方にあるボタンね、ポチッと押してくれると、ますます元気が出てきますので、よろしくお願いしますね。さあ、それでは行ってみましょう。はい。はい。それではね、見てみましょう。これですね。ポンと。はい。作品を寄せてくださったシバーツの会員の方は、樋口博子さんです。ありがとうね。冬の雲場池っていうんですか。その写真を見て描いた。ね。実は遠くの桜っぽく見えるのは梅の花のつぼみで、それが凍っちゃったもので、1枚目はそれっぽく描いたんだけども、寂しくなってもっと手入れて花いっぱい描いたというわけだよね。そうですね。このだから右のね、この上と下、上が最初描いたんだけども、寂しくて筆を入れて2枚目になったと、下の絵となったってことだよね。結論から言うと、梅の花ということと、まだ春が浅いとね、凍ってしまったり雪が積もっているような状態ですからね。だからそういう条件からすると、下のこの花はですね、少し描きすぎかなと思うし、これだけ描いてしまうと、後でまたね、構図の分割話しますけども、とにかくここに比重がかかりすぎてね、しかもこう円形が見えないですよね。だからやっぱり柴崎ね、この上の絵ねがいいかなと思いますので、そちらでお話ししますね。はい。で、よいしょと。これがそのね、上の絵です。寂しくなっちゃったっていうんだけどね。絵っていうのはこう、なんていうのかな、いつも華やかでなきゃいけないとかね、賑やかでなきゃいけないってことは全然ないんだよね。寂しくてもいいわけだし、それも一つの表現ですよね。だからついついね、あれもこれもあれもこれもってね、欲張って描きたくなっちゃうんですよね。だけどいつもいつもそうやってね、お祭り騒ぎがいい絵ってわけじゃないからね。そういう意味ではまだ冬枯れが多くて、ようやく梅の花がちらほら咲いてきたっていう感情、これはなかなか出てると思うんだよね。で、元の写真見てみよう。どうなのか。こうだもんね。全然お花なんかほとんど見えないしね。で見えないからまだ冬がれた状態だよね、木の枝見ても。だからこそこの池の向こう岸がね、みんな見えるわけですよね。つまり空間が見えるわけよね。ここのところをやっぱり大事にした方がいいかなと思うんだよね。それでこれね、花にこだわってどんどん花描いちゃったからね、だんだん花に比重がかかったけども、タイトルからしてもなんかこれ池のことを描きたいのかなと思うんですね。どこでもいい梅の花を描くんじゃなくて、この池というね、ここの池っていうことをだいぶこうしっかり地名も言ってますから、もうちょっと池にこだわった方が良かったかなって逆に思うんですね。
じゃあそこでもう一回振り返ってみましょうね。パッと見るとですね、花を描いた形もそうだったんだけど、この手前の梅の木の捉え方がですね、なんかこんな風に形が見えるんだよね。それでこっちにも結構しっかりした花の塊があってですね、ここの存在がですね、というかここのなんか量というかね、そこが非常にこう自己主張していて、あまりここの池というものがですね、十分なんか表現しきれてないような、そこにあまり着目しきれてないような気がするんだよね。だから、柴崎はですね、もっとこの池というものをね注目して描くにはどうしたらいいかっていうことと、ここでこうねたっぷり描いてしまった、この樹木ですね、これをどう絵の中に活用すべきかっていうお話をね添削でしてみたいかなと思います。はい、じゃあやってみましょうね。柴崎はですね、手前にあるこの花の咲いた木ですね、その木のですね動きを強調してみたいと思うので、縦画面にしますね。この辺に書こうかな。よいしょっと。縦画面でですね。このくらいでいいかな。縦横の比がちょっとわからないので、こうして一回見てみますね。本当に横画面するか縦画面するかっていうのはね、それだけで絵が大きく変わりますので、結構大事な選択ですね。これは少し水平が違ったようですので直します。こんな画面ですね。はい。それですから何をしたいかというとですね、今樋口さんは横画面だからですね、この木がこう描いてくれてるんですけども、この木の動きが十分に見えないので、これをですね柴崎は今から縦画面にしてですね、この木のこういう動きをですね十分に強調してみたいというふうに思ってるわけです。はい。でこの湖はね池でね、池の水線が非常にこのですね上の方にあって、池が広く描いたっていうのは大変いいと思います。そして向こうになんかこうなっていて、こうなってるんだよね。でここに針葉樹が立っている。ちょっとこっちもあってもいいんだけどね、ここら辺もなんかこうあるんだね。こんな具合だ。だからこれは逆転して映るという考えですね。これがここに来るんでしょうか。資料を見るともっとこっちの方にもこう来てるからね、こうあってもいいと思うんだよね。それでこれがこう来ていて、こんなとこにこう映っていて、手前にからあとここのですね、さっきも話したけどちょっと中途半端なので入れないか入れるかはっきりしましょうか。じゃあ今回池ということで、あまり広くないというね、湖じゃないぞみたいな感じでね、ちょっと手前入れてみようかと思います。はい、ではこれで塗ってみますね。まだ春浅いということなので、ちょっと曇天気味っていうかですね、寒々とした空にしてみたいと思いますね。遠くの方のそれでも空はこのように明るくして、そしてここでこうグラデーションですね。はい。さらにここに、桜か梅か何かっていうのがあるというわけでしょうか。こちらも同じですので手前、そしてだんだん明るくし
っておくというわけだよね。ここにもちょっと濃淡つけましょうかね。手前奥、それが映ってる、それが映ってるというわけですね。それでこの下あたりに緑になってんだけど、まあこの時期にこんな緑っていうことは、普通の植物じゃないのかな。ここら辺だよね。まあこれも樋口さん非常によく書いていてですね、うまいと思います。で、こうなってこれがこのまま映っているんだよね。こういう感じかな。でこうだね。右の方にはまだ芽吹いてない木か、あるいは針葉樹の一部なのかな、何かが見えますね。ちょっと資料ではここ判別つかないんですけども、何かここら辺にこういうふうにですね、なんか見えそうですね。こうなってたり、こうなってたり、なんかしそうですね。こんな感じなのかな。でもしこうだったらこっちだし、こうだし、こう同じように写すというわけですね。ただこれは非常に遠くということであまり煩雑にいかないと。だけどもやっぱりそこそこは書いておくというね、そこかなと思うんですけども、はい。それでこのですね、針葉樹もちょっとプルシャンブルーにアンバーを混ぜたような色かな。ここら辺だよね。あまりこう木の形にあまりこだわりすぎなくてもいいと思うんですけどね。とにかく脇役ですので、それでなんかこう切っていてこっちまでこうついてる。これもちょっとこうなってるかもわかんない。でこっちもですね、ちょっとずつこう見えるのかな。だんだんこうやって曖昧になって円形の方に移っていくということかもわかんないですね。はい。そうですね。なんかあまり日差しが見えなそうなので、こう紙の白がもし柴咲みたいに残ったらですね、周りの長所をこう溶かし込んで、こうなんかしっとりとした感じに仕上げた方がいいかもわからないですね。雰囲気作りとしてはですね。どうしてもこの水彩におけるこの紙の白というのは非常に強い、存在になりますのでね、いつも紙の白がパチッと残ればいいというわけではないかもわかりませんね。それで、ここが水面で、それがこのままこの木がここに移るというわけなんだね。これは後で書きましょう。はい。それでは、今日は柴咲はですね、この水面を一番こうアピールしたいと思いますので、ここにこそ紙の白というものがその効果がですね十分生きてくるようにしたいと思います。まずここに塗ったイエローochreを薄く塗りまして、そしてこの曇天の空ですね。はい。曇天の空を塗ってくるというようになります。これちょっと一緒に溶かしてですね、曇天の空です。はい。たっぷり塗っちゃいましょうね。とここにこれがパッとこう光として見えてきます。それでだ
だんだん手前と、当然暗くなるというわけですね。はい。樋口さんもね大変いい色を作ってるんですけども、このなんていうんか、この横のタッチがね少し煩雑なんだよね。だから、やっていいんですけども、そんなにこう波がですね厳しく立ってるわけではないので、せいぜいですねこう筆を割ってこうスッとこうやるぐらいのなんか表現でもいいのかなというふうに思いますけどね。はい、でそれが手前に来るに従ってなお暗くということですよね。これをすれば本当に奥行きも見えるし、水のこうですね、美しさですね、そういうのも感じられるでしょうか。はい。それで、これができてきたらですね、これをこう写すということになります。ここの乾き具合をちょっとチェックしてですね、ほどほどににじんでほどほどににじまないというようになると、最も適切かと思うんですけども、水彩学的はいつものタイミングですね。じゃあこちらにこうちょっとにじませて、この中のこう調子を多少変化つけてですね、でそれをこっちに持ってくると。今まだ紙が十分。今日は実はですね、今現在、実は、梅雨の走りでですね、外は雨が降ってるんですね。だから今柴崎のこのアトリエの中も非常に今湿度が高いという状況になってますので、なかなか乾かないんだよね。水彩ってのはこういう世界ですね。で、こうやってきて、筆をこうもう叩くような感じでもいいんですけどね、こうやってこの波紋というのは手前に来るほど大きく、遠くなるほど細かくなるんですけどね、そこのところをですねこう手前ほどこう開くようにしてこう打つと、そうするとこう水面にも奥行きが出てきます。こちらもこうかなと思うんですけども、あまりやりすぎるのもちょっとですね。はい。でパターンができたらこう混ぜたり取ったりですね、こう少しこう手をかけてあげて、オーバーワークじゃないんだけど手抜きをしてないという程度にこう仕事が進むといいかと思います。はい。それでですね、ここの手前資料を見るとね、前日かなんか雪が降ったんでしょうねきっと。だから土が少ししか見えない、土が見えないのかな、そんなになってるのでですね、こうやって雪を紙の白を残して雪を作るというのも一つの方法かと思います。はい。それでは一回乾かしますね。よいしょ。はい。そうしましたらですね、もう樋口さんも頑張って描いてくれたこちらの木を描きたいと思うんですけども、樋口さんはもう結構がっちりこれが木を立ててるんですけども、もっとですねこの水面にこう覆いかぶさってくるようなこういう動きですね、資料にも映っているようなその動きを大事にしたいと思うので、あまり画面の中に入れないでですね、
入れたとしても本当に隅の方で一部入れて、基本的にはこの画面の外からこう来ると、そのように書いてみたいと思います。この画面の外から入り始めてですね、画面の外にある情景を見る人にこの考えさせるっていうかですね。はい、で、資料を見ても本当にこういう感じですよね。こう水面にこう覆いかぶさるようなそういう樹勢だと思いますので、例えば、画面の外からこう描くような気持ちですよね。はい。もちろんこう見るとこうですね、何本かこうなっていたりもしますね。それから、こうね、樋口さんがやられるように画面の内側ちょっとこうドライブラシ風にこう描き始めてもいいんですけれども、こうですね、中から始まるということですね。はい。それで、こう書いたら、少し遠い近いですね。それからこうやっぱりさっきも言ったようにこっちこう来るような動きですね。ここの木なんかはこれ見ますとですね、なんかこんな風にですね、こうなっていて、そしてこの画面の中に枝分かれをしながら、こっちからね、これからこうやって、この間こうね、こんな風に垂れ込んでる。それからこれなんかこうやって回って向こうに回り込んで、こんな風にこう曲がって、でここにこう通じてるとかね、なんかこうね、こういう機会だからこうじゃあ実際の樹木はどうなってんだろうっていうね、そういうのをこうじっくり見てみるいいチャンスですよね。そうやってこう樹勢の面白さですね、こう研究してみてください。あとその他はですね、こうやって粗密の変化をつけながらですね、たくさんあるところから少ないところというような感じです。あと大事なのは、これがこう画面の一回外に出て、こちらからまた画面の中に戻ってくるというね、その木ですよね。そういうのもこう書いてみるとですね。これだけでももうずっと樹木がですね、こう面白くなりますし、何よりもこの場の雰囲気というのがですね、見た人にこう深く伝わるかと思います。なんかな。こんなんですね。そしてこの木の枝等を使ってですね、
画面のっていうか今回柴崎が描こうとしている、水面ですね、ここをこうちょっと装飾してるっていうかですね、やっぱりなんかいろいろなこだわりですね。書いてみたいですね。そして、ここにお花がですね、桜か梅かわからないんですけども咲いてるということなので、でも遠くの赤い調子見ると紅梅なのかな。でもこれは、山の木が芽吹いてきてピンクに見えてるのかななんかそこら辺がわからないんですけども、ちょっとお花ということなので、でも多分ここは逆光気味でね、湖がそれらの存在感を持って見えるようになった方がいいでしょうから、こんな感じかな。ここは紙の白になってるんですけども、これ紙の白はこっちの方が比重がかかった方がいいので、こうやって一度押さえ込んであげるということになります。それからもちろんこの資料にあるようにまだ春浅いということなので、こういうところですね、枯れ草とかですねなんかをこう描かれても楽しいかと思いますね。これはこうね、水の中にこう水草とかですね、何かをこう描いてお化粧すると。はい。ということですけども、ここで、いらない線をちょっと消しましょうか。こういうですね、もう一回こっちに書きますね。この画面の外からですね、こういうなってこういう動きですね、あるいは外からの動きですね。はい、これの水面の明るいところをめがけてですね、これは視線の動きを作るっていうことですね。もうそれから大変上手なんですけども、やっぱり水面あまり細かく描きすぎるとちょっと煩雑になるので、やっぱりね、自然なにじみの効果で描いてみたらどうかなというふうに思います。そのくらいですね。ここはね、柴崎はもうちょっと大きくしてみたんですけども、ね、とても素晴らしいできるですので、その他のところですね、もし参考になるものがあったら参考にしてみてくださいね。はい、これで出来上がりです。はいね、やってみました。もう元絵も本当にね、頑張ってもう十分描いてくれたんですけどね、
柴崎ね、少し水面に注目して、それを、一番主題となると、こんないろいろな点を気をつけたらいいかな、というね、考えでやってみました。面白かったかなね。少しでもあなたの参考になったら、もう柴崎もとっても幸せです。ところでね、柴崎はね、アートクレヨン教室を開いています。場所はね、東京中央区にあるペンテルさんの本社の中にある教室です。この教室もね、とっても素敵なんだから、いろいろなテーマをね、柴崎探してね、あなたと一緒にアートクレヨンでお絵描きしたいと思ってます。ただしね、人数制限があるんですね。ですので、もしご興味ありましたら、この動画の概要欄からね、ちょっと内容を覗いてみてください。ということでね、今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。ね、だんだん暑くもなってきますので、お体に気をつけてね、お過ごしください。またすぐにお会いしましょう。はい、どうもありがとう。はい、またすぐにね、会いましょう。ありがとうね。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。はい、よろしく。